あ、食った。おっしゃー。はい、マングローブフィッシングやってきました。使うのはエグイド90ですね。だいたいこれぐらいのルアーがマングローブジャックの40センチぐらいの魚に反応が良くて、メッキも釣れたりチヌも釣れたりするので、幅広くするには6センチから9センチぐらいのミノーとかペンシルあるといいと思います。でマングローブ際にキャストしてだいたい 1.5 メートルぐらいが魚の射程距離なので、そこぐらいを、アクションさせながら狙ってくる感じですね。あんまり、速すぎず遅すぎず、その日の魚のスピードに合わせて巻くんですけど、上流から流れてたりとか下流からその上げ潮に乗って流れてくる魚もいるので、まず、マングローブ際を見て魚がいるのかいないのかとか、どういうストラクチャーですね、木とか、あんまりないんですけど、そういう漂流物とかを見つけて目ざとく投げていくのが大事ですね。ターゲットは何が期待できる？そうですね、ターゲット、一番のターゲットはマングローブジャックですね。マングローブジャック、ゴマフエダイって呼ばれている魚です。赤い魚が狙い目ですね。マックスサイズは50センチぐらいですね。海に出るともう少し大きくなるんですけど、このマングローブ池狙えるのは60センチ、50センチぐらいですね。すごいスピードで出てくるので、アクションに合わせてこうニョ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 って出てきて食べてくれるので興奮しますね。もう根っこの隙間に入っているので、それをイメージしながら引いてくる感じですね。まずアクションとかよりもしっかりこう的に向かって投げれるようなルアーとかタックルを探して、15メートルぐらいでいいので、15メートル先の、15センチぐらいのこの角に入れれたら釣れる確率はかなり上がります。ついてたみたいですね。エグいではこうジャックすると結構浮いた状態からなので泡が深く出て、ジャックとかチヌとかこう表層意識が強い魚でも下からこう上がってくるような印象ですね。もちろんただ巻きでも使えるので、ピンというかそのすごく狭いエリアで狙う場合はこう細かくジャックしたりとか泡をかませたりしてポッパーみたいに使って、大きく狙うときはリーディングでこうヨタ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 自分が見えるか見えないかぐらいの深度まで潜ってくれるので、ちょうどバイトがあれば分かるし、なければそのまま早く巻いてしまってもメッキが釣れたりするっていう感じですね。マングローブジャックとミナミクロダイ、南洋チヌあたりが1日で狙えるターゲットなんですけど、チヌ系ミナミクロダイと南洋チヌはスピードがすごく少し遅くて、ジャックは速いので、ジャックを専門に釣りたければもう早く動かしてしまう。バイト、おっしゃ来たー。おー、めっちゃ引く、めっちゃ引く。なんでしょう、おー、カヤックめっちゃ動いてます。カヤックが引っ張られてるやばいやばいやばい。これがねカヤックの楽しさですね。魚に引っ張られて動いてますね。引きますね。今めっちゃ魚いましたね。 3,4 匹で奪い合って、おー、あげちゃいます。はい、ローニー味で、カヤックはこう足元に置いてしまうとすごく危ないので、ちょっと魚が落ち着いてからルアーをがっちり掴んで、フィッシュグリップで、はい、ゲット、やりました。ローニー味、かっこいいですね。やりました。いい出方でしたね。泡入れたらその泡に惑わされて出てきて、浮いてるこいつをパクッと、こんな感じです。いや、いきなりいい魚出ましたね。ローニー味、25センチ30センチぐらいのサイズでしたけど、めちゃくちゃ引きますよね。めっちゃ綺麗。大きくなってごっちゃんのルアーに出てくれますかね
お願いします。はい、お願いします。またやりました。1匹目幸先いいですね。言ってなかったんですけど、そうメッキ系が多くいるのもこのマングローブの特徴で、小さい魚だったりとかエビですね、車エビの仲間とかこんぐらいのエビが上流から流れたりして、それについてる魚も多いので、もう30センチぐらいの魚の魚影的にはかなり濃くて、いろんなルアーを使って攻略していくことができますね。すごく近くの距離でもうなんていうんですか、10メートルぐらいで魚がこう反応してきて、すごい時にはこの船べり回収で竿先とルアーがつきそうな時に食べたりするので、そういうなかなかない釣り方がいろいろ見れるのが釣りの良さですね。バイトが見えるので、バイトがあった後にその2発目をどうかけるかっていう、こうアクションの入れ方もこちら側でいろいろ操作できるので、単調なルアーよりこういう中性的というかいろんな動きができるルアーの方がこう1個でいろいろ釣れるかなと思います。釣りをする上で結構気をつけなければいけないことは、風と潮で非常にカヤックがこう左右されるので、ある程度前を見ていってこのまま流れても大丈夫かなっていうのは見ておいて、でそれを見ておくとこの先どんなポイントが来るっていうのが分かるので、次投げたい場所を探しつつこう安全面に配慮しながら繰り投げていくと釣れるかな。すごいバイトでしたけど見切られましたね。ちょっと落とす場所が悪かったかな。このカヤックの強みはやっぱり音がしないのが一番強いですね。モーターとかがついてないので、そのわずかな音も消していって魚にプレッシャーができるだけ入らない状態で釣りができるので、その分ちょっと大変とかっていうことはあるんですけど、釣るとなると結構これが究極の形かなと思います。今一回船をくびっていたところに戻って、潮待ちですね。潮位が上がってくるのを待って魚に合わせてまたマングローブに入っていくような感じですね。釣り方は午前中と大体同じで、ブレイク際がマングローブの足の付近に投げて、この間合いですね、魚がいるところを想像して、そこから50センチ1メートルぐらいを引いてくるような感じですね。チヌ用に持ってきたのはアミコンですね。アミコン今投げてるのはエグイド 90F。 エグイド90ではジャック大きめのチヌとかも釣れると思います。さっきはロニアジの子供が釣れましたね。ちょっとちっちゃいの投げてみます。小さいの手持ちはこんな感じで、色は見やすい色かクリア系ナチュラル系が実績あります。あまり大きい魚は見えないですね。チヌの幼魚っぽいのが、来た、おっしゃー、外れた。小さいジャックが食ってきましたけど外れてます。20センチぐらい入れてジャークしたら隙間から飛び出してきました。外れてしまいました。反応いいっすね。エグイドかからなかったけど結構ちゃんと深いバイトが
ジャーキングで狙ってみます。ボラがいますね。そう、午前中行ってなかったですけど、その西表のマングローブっていう生態系のなんていうんですか、枠組みの話でいうと、西表の裏内川っていう川があるんですけど、そこが日本で一番いろんなその生き物ですねがいる川とされていて、全部で400種類の生き物が住んでる川っていうふうに言われていますね。新種も日本でまだその登録されていないような種類の生き物もたくさん見つかっていて、テナガエビとかハゼ系ですね、ヨシノボリとかハゼ系の生き物が何種類も、なんか川の筋ごとにもまた違う生き物がいたりとか、似てる種類でも川の筋が違ったら違う種類になるとか、そういう生き物、まあ、植物もそうですけど、すごくいろんな種類がいるのが西表の特徴ですね。こんな小さい島にそこまでこう、あ、食ったー、おっしゃー、食ったー、ブローウィンのジャーキングで食いました。マングローブジャック、はい、釣れました。めっちゃ綺麗ですね。小さいですけど尻尾の大きさとこの目の大きさですね、特徴が。はい、じゃあ針を外して、逃がしていきます。はい、じゃあ逃がします。あ、めっちゃ元気です。はい、お、ダッシュ、ありがとう。いやー、釣れました。あ、なんか怪しい音がしましたが、いやー、ジャック1匹出ましたね。よかったです。いやー、まあもうちょっとやっていきたいと思います。ちょっと沈めてみます。アミコン、おっしゃ、来た、食ったー、食いました。なんでしょう、星溝イサキです。ネットネット、優しく優しく、針弱いですからね。30ぐらい、よっしゃー、来ました、星溝イサキです。ガクガクって呼ばれてます。西表ではグチって言いますね。沖縄本島でガクガクっていう。はい、やりました。アミコンナイスです。針伸びましたが結構大きい魚釣れてきてくれました。いやー、釣れましたね。ありがとうございます。今はまあダートで動かして一瞬食わせの間を作ったらマングローブの隙間から出てきて一撃でしたね。はい、めっちゃ元気ですね。逃がします。3、2、1、はい、ありがとうございます。はい、今日釣れた魚3種ですね。ローニンアジ、マングローブジャック、ゴマフエダイと、今釣れたのは星溝イサキ、ガクガクとかグチって言われる魚ですね。この他にもまあ10種類ぐらい1日で狙うことができるようなこう多様な川がこの西表島の特徴です。他にもまあカンムリワシだったりとかこう天然生物、植物見ながら人工物が全くないところで釣りができるのがこの島の強みというかいいところかなと思います。ぜひやりに来てください。お待ちしてます。